からもう今となったらもう今やスポーツとリハビリテーションはもう僕はもう同じやと思ってるんで。こんにちは、スーです。2026年3月21日土曜日、林秀樹さんにインタビューをするため和歌山に行ってきました。林さんとは、私が和歌山県立医科大学の障害者スポーツ医科学研究拠点で働いてた頃からのお付き合いです。当日、林さんは車椅子バスケットと車椅子マラソンをされていて、いろんな元気に参加していただきましたので、もうかなり長いお付き合いになります。林さんのバスケの試合を見ると結構速いし、かっこいいですよね。今回、林さんにお話を伺いたかったのは、障害のある方にとってリハビリテーションやスポーツがどれぐらい大切なのかです。僕が怪我したのは、1989年、35年前ほどになるんですけど、骨が胸椎第7番で折れたんですけど、折れた時にはきれいに戻っててきれいな状態やったんで、僕の場合は手術せずにそのままコルセット巻いてそのまま固定したらきれいな形になるっていうで、それで1ヶ月ぐらいは多分寝てたと思うんですけど、1ヶ月後はもうコルセットつけたままリハビリ、リハビリって言ってももう完全麻痺なんで、歩くっていう手段じゃなくてもう両手を使った生活トレーニングをやったりとか、あとはトイレの自己導尿、大便の出す練習とかと入院してたのが半年ぐらいやったです。それはワイダイ。ワイダです。で、午前中は訓練行って、昼からも行ってたんで、もう一日中僕訓練室で行ってたんでで昼からは自分の担当の先生がついてくれるわけじゃないですけど、空いてるとこでトレーニングまた続けたり、アットホームな。そしたら大体どういうリハビリなさってたんですか？まずトランスファー、ここからここに乗り移るためのコツでやったりとか、こういう動作ですね。そのためには一番基本やったのがやっぱり床上っていうかマットに座って足伸ばして、要するにこの持ち上げる力とお尻を持ち上げる力、これがやっぱり全く始めなかったんで、やっぱり僕はもう本当にここから下がもう完全麻痺なんで、腹筋もほぼスポーツやったおかげで若干効くようになったんですけど、背筋とかもね、マット上で何もない状態でこうやってバランスとって、何もない状態で重いボールをこう何回も向こうから振られてこけずに大保持できるかっていうバランスの練習ですね。あとは階段みたいなところで何回もお尻を乗せて乗り移るっていう、階段でどのような？ちょっとした階段をお尻に引いてちょっと登っていくような、手で登って手で登っていくっていう。あとはもう実際外に出て、坂を降りる時に、はい。このまま降りるときつくと前をこけてしまうんで、坂を降りる時はどんなに急な坂やったらでもキャスター上げ、はいはい。これをしながら降りますっていうのをはい。ずっとこれで練習して、止まったりはい。戻ったり、あとポール立ててるところをはい。上げながらこうやってずっと、なるほど。これをちょっとスポーツ的な感覚で、あとはもうこけないように紐をつけて先生が後ろで始め持ってくれたりとか、あとは大きな段差がある時降りるのにもこうやって段差降りるとズドンと落ちるんで、そのまま材を保持するとかね。
その時に結構若かったんじゃないんですか。若かったです、はい、結構力はあったと思うんですけれども、はいはい、やっぱり怪我した後に結構力出ましたか？まずその若さがあったんで、ある程度それは筋肉力はあったんですけど、やっぱりここから下が失われてるっていうことで、座るっていうバランスを取るっていうのが非常に怖くて、背もたれがあっても今だったらこう普通に手上げれますけど、その当時はもうこれだけでもう車椅子乗っててもこうバタってなったりしたんで、特にそれをやっぱアドバイスもらいながらこう材を保持しながら先生のボール取りに行くとか、そういうのをやっぱり地道にやって、バランス感覚、これはだから僕はこの筋肉使って材を保持してるんじゃないんで、普通の人は筋肉があるんで、僕はただ単にこのバランスボールの上でこうバランス平均台の上でこうバランス取ってると同じように、そういう感覚でリハビリを受けてるんで、そういう感覚を身につけなさいよっていう、結構厳しかったです僕の授業って結構。それを何ヶ月間やりましたか？ですね、結局5、6ヶ月、半年近くやりましたね。それずっと入院したままでした？そうです、そうです。入院のした感じで。あの時はまだ入院しても大丈夫だった時期ですか？そうですね。医大の理学療法士さん、当時4人作業療法士が1名の多分5名でやってたと思うんです。人たちいろんなこと熱心で、僕と同じように損傷を受けた先輩方を呼んで、車椅子になってもこういう生活やねんでっていうアドバイスをもらったり、その人たちは同時に車椅子のバスケット、車椅子のマラソンも同時にやってたんで、もうすぐ声かけてくれて、すぐ僕も退院したらもう行くようになって。林さんは去年の全国障害者スポーツ大会で銅メダルを獲得しました。やっぱりスタートラインに立った時のやっぱ緊張感であったりとか、そのスピード感が一番魅力的だと思います。理学療法士さんは本当に積極的に親身に自分の生活のことを考えてくれて、僕もいまだに付き合いあるんですけど。いまだにワイダンにいらっしゃるんですか？今はね、ちょうど入れ違いで入ってきた先生が小池先生なんです。僕が小池先生でも、僕が通院してる時には小池先生いてたんで、その時に話してる中で、小池先生は今全国障害者スポーツ大会の毎年多分帯同して多分ついていかれてるんですよ。ここがある医療だから、小池先生を慕ってる PT さんはきっとここがある先生、今も川崎先生っていう人がやっぱ人を育てるんやなっていうのは。そしたら林さんが脊髄損傷を受けてから、はい、やっぱりそのリハビリが良かったと思ってますよね。リハビリが良かったイコール恵まれた人たちに出会ったっていうのが、怪我した当時はもう車なんか乗れないんじゃないかなと思ってたんですけど、それも結局教えてもらったのは理学療法士さん。18になってるんで車の免許を取りましょうっていう形で、県子ども障害センター、あそこにそれは運転免許を入所しながら、そこからバスで、それで半年ぐらいそこで入所して免許を取って、技術指導員っていうのをここで、育てて、その人たちはそういうスポーツ大会についてもう自らボランティア的に協力してっていう、大会するにはもう欠かせない人たちで、そういう無償でやってくれてる方がもう多くて。無償でやるんですか？無償でやってます。やっぱりその一人だけじゃ無理ですね。無理ですね。無理ですね。でバスケットもできるでって、できるんやって。僕昔中学校の時バスケットやってたんで。和歌山バスケットボールチームイエーイ。和歌山の障害者が使ってる体育館で。これはもう障害者専用ですね。車椅子バスケットはもう障害者だけのスポーツじゃないっていう認識もちょっと出てるんです。
車椅子に乗ってするバスケットっていう、だからまあそういう面ではこう障害者と健常者の壁を越えた一緒にできるスポーツっていう面ではまあすごいなと思ってるんですけど、うちのチームはその理学療法士さんと学校の先生とあと介護士さん、福祉系の大学では車椅子のバスケットボールクラブってあるんです。その健常者ばっかりで、その健常者ばっかりの大学生の日本選手権っていうのもあるんです。そしたらその理学療師さんがこういうスポーツやったらどうですかとか誘われたっていうのは、それはやっぱりリハビリの一環ですか？そうですね、リハビリの一環ですね。体に対するリハビリとやっぱりこう精神的なとか、ね、総合的にやっぱりスポーツ通じてっていうのを多分みんな思ってたと思うんです。89年っていうことは前の話じゃないですか。前です。それでもリハビリであんなにスポーツのこととかちゃんとリハビリさせないといけないとか、そういう話が普通にあったんですか？普通にありました、ありました。和歌山労災病院、あそこもその当時でもそこも結構盛んやったんで、そのリハビリテーション結構向こうの方が器具使ったマシンが結構その当時からあったんで、やっぱスポーツをしてたらそのスポーツにやっている自分の脊髄損傷の先輩方にアドバイスをもらっていろんなことを教えてもらいますけど、でも今情報ありますけど、脊髄損傷がどうして生きていくのか、どういうことが必要なのかっていう情報なんかはなかなかこれでは見つけられないんで。今でもですか？今でも見つけられないです。脊髄損傷者はどういうリハビリテーションを歩んでいけばいいのかっていうのはこれではやっぱり探せないです、やっぱり。そしたらそのリハビリして、復活したって言えば、それを維持するためには一番必要なのが何ですかね？やっぱりそこに関わってた医療従事者さんとの付き合いっていうのを保っていくっていうかね。でだんだんそうすると自分の方がいろいろ経験してるんで自分の方が詳しくなってくるから、それをまた先生に伝えると。先生が「ああそうなんや、今はそういうことしてるんや」ってお互いの勉強会もできるし、だからもう今となったらもう今やスポーツとリハビリテーションはもう僕はもう同じやと思ってるんで、情報のやり取りにしても、地域の密着っていうとおかしいですけど、それがリハビリにつながっていく。確実に言えるもう55になった今、一時ちょっと56年やってない時期やったんですけど、でまたやり始めるとやっぱり衰えてる部分が分かってきたり、柔軟性がなくなってきてる部分とかあったんで、やっぱり必要やなっていうんで、やっぱりやりだしたらやっぱり健康的もいいし、やっぱりちょっと体力戻ったりとか、やっぱりどうしても脊髄損傷になったら体がしんどい日が多いんです。体調的にも優れない日多い中で、やっぱスポーツやってると多少それが元気になったりするので、やっぱりスポーツっていうのは絶対大事やなと思う。それで林さんはしばらくやめていた水泳も再び始めたそうです。昔結構水泳好きやったんで、興味があったんで、怪我する前からですか？ほんで一回すぐ一回泳いでみたら泳げて、ほんで一回障害者国体山形であったんですけど、でその時に結構いい記録出たんで、ほんでしばらくやってたんですけど、どっちかといえばバスケットと陸上マラソンをやってたんで、水泳の方はだんだんしなくなっていって、ちょっともう50も超えてきてまた始めて。ただ単にやってると多分続かないんで、年1回ある県のスポーツ大会の方毎年出場して水泳一番お金がかからないんですよ道具いらないんで唯一。そっか。林さんが練習されている障害者専用のプールにもお邪魔しました。新しく改造されてからまだ2年も経っていないそうですが、とてもきれいで障害のある方が利用しやすいように整備されています。とても素晴らしいプールでした。
それでは一緒に見てみましょう。こういうふうにこうあるんですね。そうです。はい。入ってもらっていいんですか。あ、こっちから。すいません。あよろしくおはい願いします。はい。右側に男子更衣室と多目的更衣室。めっちゃ綺麗ですよ。更衣室もめっちゃ綺麗です。ここから入ってからすぐプールに入る。あ、はい、ありがとうございます。こうは一応こういうスロープが設置されてたりとか、はい、あったり、どういう方でもまあ。あ、すごかった。このスロープの長さ結構長いですね。そうですね。だから急にならないように傾斜が、そうですね。ならないようにうん、こう長距離かけて。ここは階段になってますね。あ、そう僕もここ知らんかったです。だから今回はもう21時ぐらいまで運営してくれてるんで、仕事帰りに練習来れるんでね、多分。もちろん無料ですし。皆さん無料？無料なんです。障害者手帳が。で会員証作ったらもう無料。無料になってるんです。無料なんです。ここは何でしょうか？階段室、プールから上がった時寒いんです。冷えてますので、ここ入っていただいたら上がると思うんですね。ちょっと入って。で、うわ体はこれ。ああ、これめっちゃ寒ない。これもめっちゃ便利ですよ。これちょっと水着脱水ですね。めっちゃ10秒ぐらいでもうカラカラになるね。カラカラになるぐらい。なるほど。かい素晴らしい。でここが車椅子シャワー室で。こういうチェアがついてるんですね。あ、はい。チェアああ。で、プールはね、多分障害者がやりやすいようにってかなりスペース使ってるんで。そうですね。ここに女性トイレって展示になってます。あ、ほんまや、この。またこっちも。ね。なるほど。右側に男子更衣室と多目的更衣室、前方に女子更衣室、左側に女子トイレがあります。右側に男子更衣室と多目的更衣室、前方に女子。これって何でしたっけ？これいろんなもの洗う場所、子供がなんかちょっとおもらししたりとかした場合にここで多分パンツってそのうんちをここに押してここ流せれるっていう。でここでもティッシュで拭いてここティッシュ流せますしこれ、はい、ここでトイレするんじゃなくてこれを使ってこう拭いたりして汚したものこういう。あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ本当に。はい。ズバラ焼きね、ズバラ焼きがあったので、ちょっと一個ずつ持ってきました。食べようと思って。海南といえば、ズバラ焼きですよね。林さんのために持ってきました。美味しくいただきました。ちょっと足りなかったかも。これからランチのため移動しますけど、多分初めて見た方もいらっしゃると思ったので、林さんの乗車の姿を撮りました。すごい筋肉マンじゃないんですか？途中でふれあいセンターがあったので、センターについてお話を聞きました。
和歌山市の障害者面ってあるんですけど、そこが主体になって使えるところって言って建てられて、そこでまあここもそういう行政的な面ではここはメインですよね。だから障害者のために作った施設っていうか建物やから多分けどなかなかすごいなっていう。正直建物が古いっていうのは昔からちゃんと障害者のためにちゃんとこういうのがあったっていう意味でもあるんじゃないの？ああ、かもしれないですね。和歌山にいつも研究で来られた方々に、ちょっとおすすめありますかって言われると、私は八市が一番ですって言ってて、八市行ったら、やっぱり皆さん一番美味しかったとか言ってます。ああ、そうなんですか。車椅子も全然入れるので、そこがまた良かったんですよ。なるほど。八市行きましょう、八市。ああ、じゃあ行きましょう。やっぱり先生お寿司好きなんですね。私はもう日本だったらお寿司しか考えられないぐらい好きなんです。で、スシローもめっちゃ美味しいんじゃないですか。私、結構全国制覇しようと思って。そうなんですか。スシロー。でも、和歌山が一番美味しかったです。すいません、2人です。ちょっと車椅子の方なんですけれども、やっぱりカウンターですかね。一応車椅子降りていただいて、横に車椅子の方を置いてテーブル席でもそれでもよろしいですか？あ、じゃあこちらでも。八市40分待ちだったので、待ちながらハンドエルゴメーターの温度について話しました。今、八市の駐車場です。すごくバランスの取れた僕筋トレやと思うんですよ。他ではない。でも結構心拍数も上がりますし、肺活量とかも多分変わるから絶対今いいですよね。前に行く動作と後ろに引く動作と引く動作と上げる動作と全部筋肉使うんで、それが同時じゃなくて互い違い使って筋肉使って、ほんで結局へばってくると全体の体をどうやってうまく使うかっていう、もう全体を生きてる筋肉を全部生かさないといけないから、すんごい疲れるっていうか、特に僕ら脊髄損傷者は多分いいと思うんですけど、こう終わった時のこのクラクラ感、酸素がっていうかすごいクラクラ感があるから、すごいね、なんかこう昔歩いてた時のこうマラソンやったりとか走ってる時のこういうのを多分体現して経験できてるのはエルゴメーターやないかなって聞いて。大体何分やりますか？全部で。全部ですか？やっぱ3分のやっぱ5回ぐらい、3分やって1分休憩の4分のかけるのやっぱ20分間ですね。多分20分ぐらいやってますか？しなくちゃいけないですよね。多分それだけやったら多分トレーニングとしては多分十分やと思うんですけどね。あ、なるほど。もう20分で十分やと思うんですけど。約60分だ。60分ちゃんと見せます。この種類があれば、またこういう種類もあるっていう。結婚何歳頃にしました？結婚けどだから25の年なんで結構早かったんで。持ってましたね。いやだからその時にはもう結婚する前には県営住宅をもう借りてて、さっき住み始めてたんです。95年5年か6年ぐらいですね。バリアフリーの家が。そうです。県営住宅の部屋で。で結婚したのが96年ぐらいなんで、3年後に結婚してて。富士通 FYP って会社あったんです。そこが本社が東京でして、で和歌山の支店だったんです。でもそこの本社がその障害者雇用っていうのをめっちゃ積極的に
で「おいでおいで」って言うんで結局そこの和歌山支店に行ったんですよ。ただまあ研修期間半年ありまして半年間まあ向こうに行けたんでそれがものすごいええ経験ですよね。35年前やのにすごい便利やったんです。で行けないとこでも階段があったとこはその駅員さんがすごい早急な対応で下げてきてくれたりするんです。そう思うとまだ和歌山もっと遅れてるなって気がするんです。生活しやすかったんですか？生活しやすかったです。人も冷たいと思ってたんです。都会なんで自分東京でもみんなすごい田舎の人間よりも人見知りしなくて積極的に手伝ってくれるし優しかったんで誰かもそんなこと言うてもうちの会社年2回本社へ研修行かなくちゃならないってだからその2回やったんでその間にまた東京の人とか会ったりとか話してていや帰ってきたらやっぱカルチャーショック受けますしねここの方がここの方が人間的地の元に戻ってきたのに人間となさってるところは、はいどこですか？和歌山県立医科大学デスクワークあでやったりとか、まあ、研修とかですねそういうなるほどで各部署さんとのやり取りっていうか電話やり取りスロープにちょっとした段差があったんです同じ仕事をやってる人が何人かが「この段差直したらなあかんのちゃう?」って言ってくれたんです土日にすぐもう工事屋さんに来てそこを埋めてくれてやってくれたんでその仕事仲間の人が動いてくれたんやなやっぱり県立医科大学なくねその人の出入りっていうのがすごい多いんでなかなかね顔と名前が一致しないんでね部署名乗らずに名前だけサインしていった時にあれこれどこの教室さんやったんやろうとかね障害者雇用僕と半年間就職活動してたんですけどあはいはいはいいろんなコンプライアンスの関係まで車乗るんなら車用車に乗ってもらわなあかんとか自分の専用の車でないと運転できませんかってできないですでもそれ障害者雇用でそうですよ求人来てるんですよハローワークで何日1週間ぐらい「林さん仕事どうですか?」って「めちゃめちゃ少ないですやることないです」それを分かってもらうにはやっぱり 2,3 ヶ月かかったんですよ何でもできるし動けるしっていうほんで物品研修の方仕事与えてもらえるやっぱりみんなまだ障害者をやってたことがあまりない人が多いんでそうですね何やらせればいいかすらちょっと気を使ったんじゃないですかね。こういう地方の障害者のこのスポーツ、団体を維持していこうと思ったらやっぱり何らかの形で誰かにね大きなその組織っていうか医療機関であったりとか、そういうところに協力してもらいたいっていうのが一番のこの年になって思うのがそういうことですね。そしたら今主に和歌山県内でご支援いただけるような、はい、そういう組織ってどこがあるんですか？結局はもうずっと協力してもらってるのはやっぱりその県の、障害者、スポーツ協会県の皆さんとここで、ボランティアでやってくださってるスポーツ指導員っていう方々が協力してくださってます。ただその人たちができるのはやっぱり限界があってやっぱもっと大きな何か手助けてやってくれる地域のことこの研究ばかり目に向けるんじゃなくてやっぱり地域の障害者スポーツとかそういうボランティア活動っていうのをやってくれる方々がちょっと増えたらいいなって思ってます。やっぱり脊髄損傷の老後に関する老後にどういう体の変化があるかっていうのをどういう実例も挙げてっていうのが知りたいですね。それはもう医療機関特にその脊髄をちゃんと扱ってくれてる医療機関、県立医大であったりとかそう大きな病院が果たしてほしいとこなんですけど今までも結構いろんなねもう情報はあると思うんですけどでも多分そのアフター的なことは全然情報ないような気がするんです医大には多分。공감되신다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.